おはようございます。6月中旬、ちょっとだけね海が赤くなってます。魚が減りました。そしてチヌの買い取りが終わりました。だから今日からちょっとどこへ行こうか悩んでます。ニベとコチは買い取ってくれるんで、エビ取りながらニベとコチを狙ってみましょうかね。あとなんかセイマキが見えてたんでね、この間セイマキも狙っていけたらと思ってます。セイマキはまだ少ないでしょうけどね、川からもういっぱい水が出て終わった後です、銅丸とかセイマキは。では釣りをしたいと思います。でも今年はかなり魚が持った方です。今6月中旬ですけど、通常なら5月の第3週から6月の第2週ぐらいがもう一番きつい時期で、親の魚たちが寄島から離れてどっか行っちゃって何もいなくなる時期なんですけど、なんと6月中旬まで魚がいました。こんなことは初めてじゃないかなと思います。昨日行った先輩が何もいなかったって言ってたんで、そういう時期だと思ってボツ頑張りたいと思います。買いに来たけど、もうさすがに話しておりますね。イカ来ましたよ。イカがいるんじゃないかなと思って来たんですけど、イカしかいませんね。ちょっともう移動でしょうね、これは。ここはチヌがいないところへ来てみましたけど、ダメのようです。でもこっち、いやこっちとイカがいてくれたらいいなとは思ってたんですけど、一応いてくれたけど、移動ですね。他へちょっと行ってみましょう。エビが手がくれたらね、エビが出てくると思うんですよ、ここやってても。ちょっと先々行ってみましょう。かなりいいコチなんですけど、1本じゃダメですね、やっぱり。これ2本落ちてきてくれたらここへ行ってもよかったですが、なんかやたらもっこりしてますけど、なぜか気づかなかった。カニが引っかかってたチヌに夢中だったんで赤げた。やったオンガリ。ナスはですね、オンガリの方が美味しいですよね。やっぱりメスは卵に力にしてもでっかいニシ貝ですね。これ最近ニシ貝がもう大きくならなくなっちゃって、めった見なくなりましたね、大きいの。メスはやっぱり身を卵に力を使うんで、身がやっぱりあんまりほど甘くないですよね。味が濃くないですね。あとはやっぱ麺は秋から冬の方が美味しいですね。この貝は自分はあんまり好きじゃないですけど、結構好きな人多いですよね。刺身で食べるらしいです、好きな人は。やった、カニ嬉しい。なりましたね。ちょっとまだ火がくれてないんでエビが出てきてないですけど、ちょこちょこ見えてますね。この辺をちょっとうろうろしてみましょうか。寄島の沖なんですけど、チヌがいたところよりちょっと沖側です。全然いいですよこれ、本当に。この調子が続くことを祈りましょう。おとつい沖に行った先輩がここら辺やったけど、エビ全然いなかったって言ってました。なんか良さそうな気もしますね。エビはこれだけでした。もちろんこんな数じゃダメですけど、火がくれる前なんで、火がくれたらね、もう少し出るんじゃないかと思います。お
刺さってますね。日が暮れたら魚が入り出しましたね。リベが入ってくれたらいいんですけど、これはなんかいいもんも見えてる。日が暮れたら全然違いますね。いやもう日が暮れたら同じとこもあったんですけど、狙い通り精巻きも、ね、日が暮れた途端出てきましたね。マジか、全然の違いにちょっと自分が一番驚いてますけど、エビも結構いるし、なんといってもこっちが嬉しいですね。2本か3本か3本、こっちが嬉しい。ハモもこれぐらい綺麗で、これぐらいのサイズだとさすがのチンコギでもね拾ってもいいかなと思いますね。この2本は個人的にはこれぐらいが一番好きですね。よく超えてます。ただこの火が暮れる瞬間っていつでもいいんですよね。だからこの網だけかもしれません。まずちょっとハモとリベから持って行ってきましょうか。こっちも入るかな。チヌはもはやジャコ扱いなんで、大きいやつだけ、超えてる大きいやつだけ拾いたいと思います。うわすごい、これ2キロあるでしょ。 2.2 キロ、これは素晴らしい。ゲタもネシもいるし、カニがいなかったですけど結構最高な網でした。これはもうこのサイズは逃がしましょう。いません。さっきより多いんですけど、ただ死んでますね。もう効率目の方がいいかもしれませんね。全部エビはデリケートなんで水温に敏感に反応します。より島沖なんですけど、ここがチヌゾーンだったんですよね。今でもチヌ多いです。ちょっと深くなってます。ここちょっと浅いんですけど、あんまりチヌが入っても意味ないんで、浅いところやってます。往復してます。もうなんかいそうにありませんね。やっぱり1番だけだったかな。おお、でもカニがいた。もうそれだけでいい。これがいてくれただけで、この網はもう OK です。黒か。ちょっともう少し大きいってみましょう。お来た、オンガネ嬉しい。他のも何もおらず、ちょい大きはさっきのところがまだマシっぽいですね。カニ1枚ずつ洗ってくれたら別に構いませんけどね。おお、入らない方がいいか。カニダブル、一番後離したばっかり。完璧な話よ。どうでしょうか。まあ入ってることは確定なんですけど、入ってますね。オレンジ2番号入ってますんで、美味しいんじゃないでしょうかね。ただ他のもおらんですね。ここちょっとエビ少ないんで、もう悩むとこですね。ちょっともう1番だけやってみましょうかね。これがいたらラッキーなんで。エビめっちゃ少ない。カニが当たってなかったらやばかったですね。多分やっぱ上り潮がいいんでしょうね。2番目からずっと当たってます。現在4枚。
が多いですね。金で持ってくれ。カニ残念。死ぬ回拾えません。結構いましたけど、大きくて肥えてるやつだけ拾わせていただいて、あとはもうザッということで、これまた移動ですね。大ダコが入ってたりしますが、入ってませんでした。何一つ。結局水島が見える方まで帰ってきました。ただまだ寄島沖です。沖へ出そうかとも思ったんですけど、若い子たちがやってるので遠慮しときました。嬉しいものが引っかかってる。網の方かな。網の方じゃない。やばい。あれは逃がしたくない。やっとは逃げ。もう一本こっちですけど、それは600ないでしょう。ちょっと一旦諦めて網をつけてちょっと漕いでみます。なんぼら何でもあれを取り込まないといけないんで。あ、でもナイスナイス。これがいてくれると助かる。ちょっと船を走らせて飲み込ませましょう。魚をもう綺麗でよかった。安い。もうこう話したんでしょうね、これも。あれだけ走らせても来てないという。この網のメインやっと取り出せました。よかった。赤毛玉で嬉しい。さすが登り返し、石金まで。あ、2枚。登り返し、なんとか起死回生。やった、嬉しいですね、これ本当に。カニ2つ、コチ2つ、赤毛た台1つ。ちょっともう気力を失いかけてました。この石ガニも大きいですね。まだ登り返しなんでラスト1番やって帰りたいと思います。
もいい値段なんですよね。これにしてもよかったよかった。お、精巻きまで。お、気づかんかったけど大凧まで。さすがの盛り返し。ラスト2番でなんとか取り返しました。では港に帰りたいと思います。お疲れ様でした。今日は降りましたか。チヌの買い取りが終わったから、はい。やばい。みんな。太っとるやつだけ拾いました。あ、なんか癖で拾っちゃった感じがある。あと下り潮の間、はい。なんもおらんかった。やばいぐらい。そんな。この上り潮でカニ取ったけなんとかなったけど、うん。これです。カニが。やりました。結カニのおか構。げでなんとかなりましたね。でも全然例年の6月よりいいんだけど、なぜ今年の5月が過去1、2を争うぐらいいい5月だったんで、うん。ちょっと贅沢になっておらんく感じてしまいます。あまり良くない。あんまり良くない、本当に。あとは逃げとかハモとか、まあ、逃げはええけど、手長もあんまおらんし。あらまあ。これが結構威力がする。ああ、タコちゃん。助かりました。たったこんなちっちゃなタコでも威力すごいよね。赤ゲタとか手長が追ってくれればいいんだけど、これは生き柄い。死んだやつも同じぐらいおる。もっとおるかな。これの2倍ぐらいあるかな、死んだ。もう柄もいきませんね。はい。これが出てきたけん、他の方やって動画とか撮った方がいいかも。足やか。動画多分出てきてると思う。他で動画と画面の方がいいかな。長指がな、少ない。手長3つしかおらん。もう手長も終わりましたね。終わりましたね。もう時期が終わってた。大体7月には終わりますからね、手長は。あと、はい。下り潮あんまりおらんすぎて、もう撮影やめたんです。一旦中断しました。中断したらこれが落ちてきました。おお。でも下り潮でおったのはもうこれだけ。あともうクラゲだけ。ダメや。4時間ぐらいほんとちょっとおらん網があったな。厳しい網が。まあ全然以上なんですけど。これのおかげです。まあこれとカニでね。はい。オーダーイベント。ポチポチ。あと赤ゲタもポトポト。5月の大量続きのおかげで悪く感じてしまいますが、そこそこの量だったと思います。はい。よかったです。では売りに行きたいと思います。はい。夏はやっぱりスズキ。スズキはやっぱり夏の魚ですよね。ただ自分は歯ごたえ派なんであまりスズキは食べません。やっぱりヒラメとかコチとかカレーのが好きですね。北海道から送っていただいた西洋わさび、これで食べてみたいと思います。よいしょよいしょ。目にくる。めっちゃ目にくる。これが美味しさの秘訣でしょうね。スズキって言ってもこれぐらいだったんで羽かな。まあでもスズキとしましょう。甘い。いい味出してますね。これはでもやっぱりあんまり歯ごたえがある魚じゃないんで、熟成した方がいいかもねって感じです。でも美味しいのは美味しいです。やっぱり時期がいいんでしょう。今回もご視聴ありがとうございました。